皆さん、こんにちは。初めての方、はじめまして。のりぞうさんです。今日は、前回の続き、サンドブラスト用サイクロン集塵システムを、実際に使用してみます。静電気対策をしましたが、効果あるでしょうか？どんな感じになるでしょうか？お手軽静電気対策したけど、効果あるかな？帯電防止、対摩耗ホースを買おうかと思いましたが、メーター、2000円もするのでやめました。地味に高いね。使った方がいいのは、分かっているんですが、コスト重視でやめました。当たり前ですが、これをやらないと話になりませんね。アース棒を地面に打って、サイクロンのブラケットにアース線を接続しました。あと、効果あるかわかりませんが、トヨタのアルミテープチューンを真似して、アルミテープを貼ってみました。車だと結構効果あるらしいので、期待大です。今日は、ジョグ90のクランクケースを試し吹きしてみます。今回は忘れないように、使用前後で圧力測定します。0.009 メガパスカルでした。直圧ブラスターの圧力は 0.4 メガパスカルです。それでは、ブラストしてみます。あれ？あ、掃除機回すの忘れていました。あれ？なんか、キャビネット内モコモコですね。キャビネット内の不圧がすごいです。手袋がパンパンに膨れています。外気吸い込み口のフィルターが詰まっていました。スポンジフィルターは外しました。ブラストすると、ついつい夢中になっちゃいますが、今回はサイクロン集塵機のテストなので、これくらいにしておきます。カメラに映る範囲で、ブラストしました。今までメディアを回収するときは、ハケとちりとりで集めていました。これが結構面倒くさいんです。でも、サイクロンがあれば、簡単に回収できます。ブラスト中の集塵はついでで、メディアの回収がメインです。動画編集してて気がついたんですが、キャビネットの手袋を外に引っ張り出した方が作業しやすいですね。静電気対策が抜群で、全くバチバチしません。
やっとサイクロン集塵システム完成です。ブラストメディアの片付けも簡単になりました。メディアに汚れが混ざったから少し灰色になりましたね。直圧ブラスターとサイクロンで作業効率がかなりアップしました。最後に掃除機の圧力を測定してフィルターの詰まり具合を確認します。0.009 メガパスカルでした。圧力から判断すると詰まりはなさそうですね。フィルターを見てみましょう。優秀ですね、サイクロン集塵機。うっすらダストがついているだけです。やっと実用レベルになりました。今まで時間のかかったブラスト作業の時間が短縮できそうですね。費用も安く、製作も簡単なのでおすすめです。